こんにちは、けこです。ご視聴いただきありがとうございます。今回はダイソーさんの材料でこちらのモコモコしたバッグを編んでいきます。使用する材料はこちらです。ブークレ2玉、アクリルヤーン1玉、底板は長方形を使用しています。使用する道具はかぎ針8号で編んでいきます。それでは編んでいきましょう。1段目の編み図がこちらです。角の3つの穴だけこのように増し目をして編んでいきます。今回編み目が分かりやすいようにモコモコしたブークレの毛糸とアクリルの毛糸を2本取りにして編んでいきます。編み始めの位置はこの位置になります。最初に紐を通して鎖1つで立ち上げます。同じ穴に細編みを1回、隣の穴に細編みを1回、角の3つの穴に来たときはここは細編みを1回、2回、角の穴には細編みを3回、次の穴のところには細編みを2回、角はこのように編みます。ここから1つの穴に細編みを1個ずつを13回編みます。13個の穴に細編みを1つずつ編んできました。角の3つの穴のところに来たら細編みを1回、同じ穴に細編みを2回、角のところの穴は細編みを3回、
次の穴のところには細編みを2回、ここから3つの穴は細編みを1回ずつです。角の3つの穴のところに来たら細編みを2回、3回、次の穴は細編みを2回、ここから13個の穴は細編みを1回ずつ編んでいきます。最後の角の3つの穴も同じように編んでいきます。細編みを2回、3回、2回、最後の穴は細編みを1回。これで1段目が完成です。編み始めの糸を処理します。2段目の編み図がこちらです。1段目で角の3つ細編みを編んだところだけ増し目をして編んでいきます。増し目は1つの編み目に細編みを2回編みます。2段目からは鎖の立ち上げなしで続けてこのまま細編みを編んでいきます。角の3つの細編みのところに来ました。ここだけ1つの編み目に細編みを1回、2回、次の穴も細編みを2回、隣の穴も細編みを2回、ここからは細編みを17目編んでいきます。
細編みを17目編んできました。ここから角の3つのところは細編みを1回、2回、次の穴も細編みを1つの編み目に2回、次の穴も細編みを2回、ここからは細編みを7回編みます。細編みを7目編みました。角の3つの細編みのところは増し目を3回します。ここからは細編み17目です。細編みを17目編みました。最後の角のところも3つ増し目をします。最後に細編みを1回、2回、3回、これで2段目が編み終わりました。ここからは好きな高さまで1段細編み72目を繰り返し編んでいきます。2段目の終わりから続けて細編みを1、2、3、4、5、このように1段72目を編んでいきます。
この繰り返しで1段細編み72目を好きな高さまで編んでいきます。ここから同じことの繰り返しになるので、途中でちゃんと編めているか不安になったり、力加減で歪みが気になることがあるかもしれませんが、とりあえず編み目の数だけ間違えなければ大丈夫です。マイペースにコツコツ編んでいきましょう。このくらい編めたところでブークレの1玉目が終わりました。2玉目の糸と結んで引き続き編んでいきます。もう少しで完成です。ハンドメイドならではの味のあるバッグになるのを楽しみに休憩しながら編んでいきましょう。お疲れ様でした。動画では72目を26段編んで約17センチの高さにしました。ここから持ち手を編んでいきます。もしもう編むのが疲れたという方は、こちらセリアで1本100円で売っている持ち手です。このような材料を使っても素敵なバッグにできますので参考にしてください。それでは持ち手を編んでいきます。動画では鎖46目で長さ約40センチの持ち手を編んでいきます。持ち手の長さもお好みで変えていただいても大丈夫です。持ち手も同じように2本取りの糸で編んでいきます。編み始めの糸は持ち手をバッグに縫い付けるときに使いますので、長めにして編んでいきます。ここから鎖を46目編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。このようにして46目編んでいきます。こちらが持ち手の編み図になります。長編みで編んでいきます。ここから分かりやすいように糸を変えて説明していきます。鎖46目編み終えてきました。今針を入れたところが46目の裏山になります。印をつけておきます。鎖1つ2つ3つで立ち上げ、これが46目の長編みの代わりになります。45目の裏山のところに針を入れて長編みを1回、隣の裏山のところに針を入れて長編みを1回、これで3目と数えます。この繰り返しで長編みを編んでいきます。
この繰り返しで長編みを46目まで編んでいきます。長編みを45まで編み終えてきました。ここが最後の46目の裏山になります。この46個目のところに長編みを全部で6個編みます。これで46目のところに長編みが6個編めました。引き続き長編みを1個ずつ編んでいきます。もし鎖を多く編んでしまっていた時はこのように結び目をほどけば大丈夫です。もしよかったら参考にしてください。長編みを43目まで編み終えました。44、45、46、この場所にあと長編みを4つ編みます。46目のところに長編みを全部で5個編めました。最後は最初に鎖3つで立ち上げたところのこの場所に針を入れます。これで持ち手が完成です。バッグで使う毛糸でも同じように編んできました。糸を引き抜いて糸は長めにカットしてください。最後に持ち手を縫い付けます。持ち手は自分が好きなところにつけていただいて大丈夫です。動画ではだいたいこの位置につけています。もしよかったら参考にしてください。縫う紐は2本ありますが絡まりやすいので1本ずつにして別々に縫っていきます。素材がモコモコしているのであまり細かく気にしないで縫っていくことができますが、持ち手なのでいろいろなところに針を通してしっかり縫い付けてください。あと3箇所も同じように縫い付けます。
完成です。お疲れ様でした。長財布とスマホ、エコバッグが入るのでお買い物にちょうどいいサイズです。大きさはだいたいこのくらいになります。もこもこしていて肌触りも柔らかく、バッグを持つ手もとても温かいです。もしよかったら編んでみてください。編んだ作品はハッシュタグけこチャンネルでシェアしていただけるととても嬉しいです。お待ちしてます。ご視聴いただきありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録お願いします。